会社員時代は周囲に合わせて波風を立てず、嫌われないように振る舞ってきた。それは組織の中で安定して過ごすために身につけた処世術だったと思います。でも退職後も無意識にその処世術を続けてはいませんか？会社を辞めれば自由になれる。何にも縛られなくなる。本当にそうでしょうか？リタイアしたら海外旅行、新しい趣味、たくさんの友達、予定の詰まった毎日。多くの人がそんな暮らしを充実した老後としてイメージしていると思います。もちろんそれを心からやりたい人はやればいい。でもそれが老後の正解だと思って追いかけ始めたら、せっかく自由になったのに、また誰かの物差しで自分を採点することになります。会社を辞めたのに今度は理想の老後という新しい会社に入ってしまうかのようです。今回は惰性のままリタイア生活に入らないために、私自身が手放した考え方についてお話しします。会社員時代はいろいろな物差しで自分を測られてきました。役職、収入、評価、人間関係、忙しさ。毎日予定があり、誰かに必要とされ、やるべきことがある。いつの間にかそれがちゃんとした生活だと思い込むようになります。何もしていない日は無駄な一日。家にいるだけではつまらない老後。友達が少ないと寂しい人。でもそれは本当にリタイア後にも必要な物差しなのでしょうか。考え方が現役時代のままならリタイア後の暮らしも変わりません。リタイア後にまず必要なのは何かを加えることではなく、自分を測る物差しを変えることだと思います。子供の頃は我慢すればいい子に見てもらいました。言いたいことを飲み込み、周りに合わせ迷惑をかけないように振る舞う。会社に入ってもそれは変わりません。上司に逆らわず、波風を立てず、嫌なことも引き受ける。そうやって組織の中でうまくやってきた人も多いはずです。私自身そうでした。その時代には必要な処世術だったと思います。ただ問題はその処世術を退職後まで引きずってしまうことです。気が進まない誘いを断れない。本当は興味がないのに相手に合わせる。悪く思われたくなくてついいい人を演じてしまう。会社は辞めたのに頭の中だけは現役時代のままです。私が手放したかったのはこのいい人に見られるための処世術です。もう人事評価も昇進もありません。同僚や上司に好かれる必要もない。全員から好かれる必要なんて
リタイアした時点で亡くなったのです。リタイア後の暮らしには世間一般のイメージがあります。旅行を楽しむ、趣味を増やす、夫婦で出かける、活動的に過ごす。本当に旅行が好きな人は行けばいい。人と会うのが好きな人は会えばいい。問題なのは自分も同じことをしなければいけないと思い込んでしまうことです。人が楽しめることと自分が楽しめることは違います。自宅でゲームをするのが楽しいならそれが幸せです。近所を散歩する、家で映画を見る、家族と静かに食事をする、何もしないでゆっくり過ごす。自分が満足しているならそれで十分に充実した時間です。遠くへ行く人が偉いわけでも、予定が多い人が充実しているわけでもありません。自分が本当に望んでいる過ごし方ならそれでいいのだと思います。Going my way というと大げさに聞こえるかもしれません。信念を貫いて大きな夢を追うといった世界の言葉に感じます。でも私はもっと身近なことでいいと思っています。気が進まない誘いは断る。会いたくない人に無理に会わない。身近な範囲で楽しむ。自分が過ごしたい一日を自分で選ぶ。それも立派な我が道を行くです。友達も同じです。無理に広げる必要はありません。一人で過ごすことと孤立することは違います。家族がいて、たまに話せる人がいて、困った時に連絡できる人が少しでもいる。私にはそのくらいの距離感が合っています。60代になれば残された時間が有限だと分かってきます。だからこそやりたいことを詰め込む考え方もあるでしょう。でも私は先が短いからこそ無理をする時間を減らしたい。会いたくない人に会い、いい人に見られるために自分を抑える時間を減らしたいのです。他人から充実して見える人生ではなく、自分が納得できる一日を選ぶ。それぐらい身近なスタンスでいいのだと思います。会社を辞めれば時間の自由は増えます。ですが考え方まで自動的に自由になるわけではありません。現役時代の物差し、現役時代の処世術、他人が決めた理想の老後、それらを持ったままではせっかく自由になったのに、また別なものに縛られてしまいます。世間が考える充実ではなく、自分で選べていることが大切です。皆さんはリタイア後に手放した考え方や、これから手放したいと思っているものはありますか？よかったらコメント欄で教えてください。なお、函館旅行の映像を使った動画は今回で最終回となります。これまでコメントで函館の風景や
出会ったタクシー運転手のおっちゃん、そして食べ歩きのシーンについてもたくさん感想をいただきました。食べ歩いたお店を一覧にしてほしいという声もありましたので、今回の旅行で立ち寄ったお店を概要欄にまとめておきます。元函館市民の望月が実際に食べたものですので、函館に行かれる方はよかったら参考にしてください。ちなみに私が改めて一番おいしいと思ったのは、現役時代にお世話になった長谷川ストアの焼き鳥弁当です。じゃあちょっと失礼します。このチャンネルではリタイア後のリアルなお金の話や日々の暮らしについて発信しています。チャンネル登録やいいね、ハイプをいただけると励みになります。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。